通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ディズニー実写版リトルマーメイドからの話題になります。以前ね、このリトルマーメイドの興行収入や予想される赤字額については何本かね、動画にしているんですが、今回ですね、ついにおそらく最終的な数値、これが確定されたんではないかということで、これをね、調査しておりますいつものフォーブスから記事が出てまいりました。やはり皆さん予算上がってましたよ。以前ね、このリトルマーメイドの予算はさらに高いものでしたとお伝えしましたが、今回さらに上がっていました。これによりその赤字額もとんでもないものとなっているようですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんご覧になりましたか？ディズニー実写版リトルマーメイドの話題です。まあこの作品ですね、このチャンネルにとっても非常に印象深い映画となっておりまして、何よりね、このプクタの世界時事ニュース1本目の動画がこの実写版リトルマーメイドの動画でした。で、それからもですね、この制作費や赤字額について追った動画というのを何本か出しているんですが、この予算というのが財務諸表から判明し、フォーブスから記事が出てまいりました。ディズニーリトルマーメイドの制作費が3億7980万ドルに swelled と発表。ということで早速ですが、こちらですね、swelledとあります。こちらが本日のキーワードになります。Swell。通常よりも大きく丸くなる、大きさや量が増加するということで、こちらのね、swell というのは膨らむという意味になります。今回の場合はね、つまり予算が膨らむということを言っているんですが、例えばね、プクタ swells up といえば、プクタが膨らむという意味になりまして、物理的にね、何かが膨れる、こういった意味になるんですね。で、その一方ね、この下にあるんですが、ここですね、大きくて滑らかな波を伴うゆっくりと上下する海の動きということで、この場合はね、うねりという意味になります。つまり文脈によってその意味が変わるということになります。ということで、こちらはディズニーリトルマーメイドの制作費が3億7980万ドルに膨らんだと発表。ディズニーは実写版リトルマーメイドの制作費が公開後に追加費用が発生したことで昨年 6.8% 増加し、最終的に3億7980万ドルに膨らんだと明かした。ということでね、以前もこの作品とんでもない制作費がかかっていて、とてつもない赤字を出しているんじゃないか、そんな話になっているんですが、そこからさらに 6.8% 増加したと。これベースの数値が大きいんでとんでもない額ですよ。そして最終的な制作予算、なんとですね、3億7980万ドルになりましたと。つまり日本円で約562億円ですね。で、これがですね、最終的なこのディズニー実写版リトルマーメイドの制作費になりそうです。そしてこの下ですね。ただしディズニーは費用は制作予算の範囲内だったと強調しており、本当でしょうか？予算オーバーではないと説明している。しかし映画は劇場で振るわず、最終的に約2500万ドルの損失を出したと推定されている。ということで、こちらではね、赤字額2500万ドルとこのようになっておりますが、当然ね、この数字には裏があります。マーケティング費用が入っていないんですね。ではこちらね、タッパークペースさん、これについてね、記事にしておりまして、こちらではね、マーケティング費用にも触れておりますので、見ていきたいと思います。ディズニー実写版リトルマーメイドは、誰もが予想していた以上の大失敗。リメイク版の制作費はほぼ3億8000万ドルに達し、興行的に失敗した。ディズニーの大作実写リメイク版リトルマーメイドは残念ながら不名誉な理由で歴史に名を刻むこととなった。フォーブスのキャロライン・リードによる新しい報告によると、リトルマーメイドの制作費は驚異的な3億7980万ドルに膨れ上がっており、これまで考えられていた額を大きく上回っていた。そのためこの作品はハリウッド史上最も高額で失敗した作品の一つとみなされることとなった。ね、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、この実写版リトルマーメイドというのはですね、海外では成功していた作品なんていう人も結構多かったんですよ。全く赤字なんか出てないんだ。実写版リトルマーメイドは成功したんだ。このように言う人も多かったんですが、実際はね、とんでもない赤字を出していたと。ロブ・マーシャル監督による実写版リトルマーメイドが2023年5月に公開された当初、業界内では制作費は2億5000万ドル前後だと噂されていた。これは以前お伝えしましたね。もともとこの制作費は2億5000万ドルと言われていました。しかしそれでもすでにアニメの名作をリメイクしたミュージカル映画としては過剰な予算だと見られていた。しかしその後、イギリスで提出された書類からディズニーの実際の支出ははるかに高額だったことが判明。フォーブスは2023年と2024年にその資料を調査し、税還付を適用した後でも制作費が当初の推定よりも大幅に膨らみ、2億9700万ドル、さらに3億5510万ドルに達していたことを明らかにした。ちょっとね、このベースを説明しますと、まず一定の条件を満たしてイギリスで撮影し、
この制作スタジオが赤字になりますと、イギリスからね、その 25% が還付される。こういったシステムというのがあるんですね。なので、アメリカのスタジオは、その多くの大作映画をイギリスで撮影します。そして、意図的に赤字にするんですね。これなんでこれが OK なのかわかりませんが、ギリギリぴったり最大限の還付を受けられるように計算して赤字にするんですよ。で、これはね、制作スタジオの話なんで、興行収入ではありません。制作スタジオはね、赤字額をコントロールできるんですね。その制作スタジオに、ハリウッドのスタジオが足りない予算を与えればいいだけなんで、わかります？意図的にショートさせるんですよ。そしてその制作スタジオは、ハリウッドのスタジオに足りない分のお金を借りるという体にして、それはこのスタジオの収益には含まれないと。で、その際ですね、これは税金を使っているものですから、その書類というのが公開されています。しかし、その書類というのが、どの作品の書類かというのは公開されていません。ですので、様々な情報を照らし合わせて、こちらのフォーブス、特にね、このキャロライン・リードさん、もちろんね、その他にもチームがあるんでしょうが、これをね、調査するんですよ。どの書類がどの作品の書類なのか、探し当てるんですね。そしてそれが判明すると、このフォーブスでそれを発表していると、こういったわけです。ですので、それがね、まさにこちらにあるんですが、フォーブス誌が2023年と2024年に、これらの書類を精査したところ、これはそのことを言っています。そして今回、おそらく、その後のね、ポストプロダクションと、様々な予算が含まれた最終的な数値が分かりましたよと、こういったわけです。そしてこちらにね、マーケティング費用について書かれています。そして今回の最新の開示資料によって、最終的な総額はさらに膨らみ、3億7980万ドルを超えていたことが確認された。しかもこの数字には、マーケティング費用は含まれておらず、業界関係者の推計では、これおそらくデッドラインです。世界規模でさらに約1億4000万ドルがマーケティング費用として使われたという。ということでこちらではね、マーケティング費用1億4000万ドルかかっているのではないかと、業界の間ではこのように言われているというんですね。で、この数字で計算しますと大体ね、損益分岐点が制作予算の 2.75 倍くらいになるんですね。ですので、非常にね、リーズナブルな数字なんじゃないかなと思います。妥当な数字ですね。で、もしですね、制作予算が3億7980万ドル、そしてマーケティング費用が1億4000万ドルだと仮定すると、このリトルマーメイドですね、こちらにありますが、最終的な興行収入、5億6900万ドルなんですね。約5億7000万ドル。で、この数字をですね、ざっくり映画館とスタジオで折半したと考えた場合、その赤字額はですね、およそ1億6500万ドルで、これね、日本円で約244億円です。で、今回のですね、マーケティング費用のこのね、1億4000万ドルというのは、あくまでもそのように言われているよというだけの話です。おそらくアナリストがそう試算しているんですね。なんですが、こういった大作映画はですね、莫大なマーケティングを展開しますので、制作予算の3倍ないと元が取れないと言われるんですね。で、もしね、これを3倍計算した場合ですよ。推定される赤字額は2億1500万ドル。これ日本円で318億円です。つまり、この実写版リトルマーメイドというのは大体ですね、約244億円から318億円の間くらいの赤字が出ていると。ね。赤字が出てないなんてとんでもないでしょ。大赤字ですよ、これ。そしてこのディズニーは、この制作予算というのは想定内ですと言っていると。だから、いかに読み間違えていたかということですよね。そしてこちらではね、ディズニーはこの他にも、ホーンテッドマンションやストレンジワールド、あとインディ・ジョーンズ5ですね。そしてこちらですよ、白雪姫。これらの作品で損失を出しまくっていると。そうするとね、当然こういった話になりますよ。リトルマーメイドの評価に大きく影響したもう一つの要因は、アリエルをアニメ版とは異なる人種として再解釈したディズニーの決定だった。ディズニーは主演にハリー・ベイリーを起用したが、このキャスティングは映画公開から大きな議論を巻き起こした。支持派は現代的なアップデートだと称賛した一方で、批判派はディズニーが大切な名作にアイデンティティポリティクスを押し付けていると非難。SNS 上では反発が広がり、ハッシュタグ運動や署名活動、さらには国際的な反発にまで発展した。特に新しいアリエル像に親近感を抱きにくい地域では強い拒否反応が見られた。ということでね、この実写版リトルマーメイドではこのアリエルがね、黒人になり、そして中でも言われたのがこのヘアスタイルですよね。これがあまりにもアニメ版のアリエルとイメージが違うということで、強い反発が巻き起こりました。で、これがね、全く興行収入に影響しなかったのかというと、そんなことはないですよね。最近ね、大ヒットしました実写版スティッチの例を見ても、ほんとね、普通に実写版を作っていれば、10億ドルが望める IP だと思うので、多くの潜在的な顧客はね、逃したんじゃないかなと思います。で、一部ネットではですね、これをハリー・ベイリーへのヘイトだと、このように騒いだんですが、実際は違いましたよね。リトル・マーメイドのアリエルを描くのであれば、アニメ通りやってくれと。で、ハリー・ベイリーを使うのであれば、別の話を作ってくれ。多くの人がね、こういったことを言っていたんじゃないかなと思いますが、これをやっぱりね、人種差別に結びつけて、バチバチとやり合っていたというのが印象的でしたよね。リトル・マーメイドの制作費が膨れ上がっていたという今回の事実は、ディズニーにとって最悪のタイミングで明らかになった。同社はすでに不振続きのマーベル作品、コストがかさんだストリーミング戦略の失敗、そしてユニバーサルのエピックユニバースなど、
テーマパーク事業での競争激化によって打撃を受けている。ディズニーランド自体は好調だと言われていますけどね、このユニバーサルのエピックユニバース、かなりね、いいようなので、強敵が登場してしまったと。現時点でリトルマーメイドはディズニー史上最も制作費がかさんだ大失敗作の一つとして正式に位置づけられており、同時にディズニーのクリエイティブ戦略全体を蝕む深刻な問題の象徴となっている。で、こちらね、タッパープレスさん記事ポストしています。これらの制作費は完全に制御不能なレベルに達している。ゴジラ -1 やウェポンズのような作品を見れば、大金をかけなくても興行収入を上げられることは明らかだ。ディズニーはまた嘘をついたのか。ブラックリトルマーメイドの制作費は2億5000万ドルだと主張していたのに、実際は3億7980万ドルもかかっていたということになる。つまりこの映画は数億ドル単位の損失を出したということだ。Go woke, go broke。DEI 戦略はまたしても失敗した。もう何度もはっきりと言ってきた。キャラクターの人種を入れ替えるなってことだ。それから、レイシスト呼ばわりされる前に言っておくけど、俺はブレイドを演じるのはウェズリー・スナイプス以外には考えられない。だろうね。誰も驚かないよ。ここジョーカーね、お金燃やしてますよ。ディズニーは失敗して当然だ。彼らはターゲットオーディエンスという単純な概念を理解していない。はい、ということで本日はですね、ディズニー実写版リトルマーメイドのおそらく最終的な制作予算というのが判明しまして、その予算は膨れ上がり、興行での赤字額は莫大なものとなっていたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、この時のディズニーはやっぱりどうかしてましたよね。このリトルマーメイドの予算が3億7980万ドルでしょ。インディ5も3億ドルかそれ以上なんて言われてましたよね。だって今でこそ2億ドルとかね、もう2億5000万ドルなんてかけようものなら、かけすぎだよなんて言われるようになりましたが、もうほんのね、2年ほど前は当たり前のように3億ドルかけていたということで、それで物議を醸す作品を作っていたら、そりゃ回収できないですよね。リトルマーメイド、特にね、アリエルのファンの方も多いんじゃないかなと思いますが、この一件についてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。